駒込にありますレコード屋ウーイーウーストア、林と申します。自分の好きなものを中心に、特にジャズ、レアグルーヴ系だったりとか、そういったのを中心に、扱っています。昔読んだ本の中で実在したアメリカ西海岸にあるカルト教団の儀式をするときに使う言葉でウーイーウーっていう言葉があったんですね。それが印象に残ってて、将来それを使ってなんかできないかなっていうのをあって、お店を立ち上げるときにそういえばと思って、ヤバめのでしょうね。やばいと思います。やっぱりサンフランシスコとかのあっちのやっぱりベイエリアの音楽っていうのがすごい好きだったっていうのもあります。古着中心ですけども、ちょっとアパレル、あとシューズもそうですし、雑貨も含めて置いていたんですね。ですんでお店にレコード屋っていうのをあえてつけなくて、普通にストアっていう感じでオープンして会社員で働いてたんですけども、ちょっと病気をしまして、初めて入院するような感じだったんですね。その時に病室のベッドの天井を見上げた時に、このままでどうなんだろうなって思った時に、そういえばこのレコードどうしようかな、まずそこからですね。だったらもう会社辞めちゃってレコード屋やろうかなっていう、やってみたいなっていうか、やりたいなっていうのもありましたし、家族からは反対はされましたけど。21年いろんなところ、例えば中目黒だったりとか、恵比寿、代々木上原だったりとか、最初考えてたんですけど、資金力がないっていうのもあったんで、たまたまブラッド巣鴨界隈をちょっと散歩してたんですね。その時に白さん、一番初めお店の前を通りがかった時に、感じたものがあったんでしょうね。横を振り向いたら、ちょうど貸し店舗っていう張り紙を見て、ここだと思って、直感的ですね。もともとそのエリアにゆかりがあったわけでもない？正直ないです。あのエリアってそんなにレコード屋さんとかがないじゃないですか。何もないところにあるのってやっぱりワクワクするなっていうか、こんなところにあったんだっていうか、近くに住んでる人たちにとっては面白い発見があったりもするので、だったらここでいいかなっていう。ただ単にもう建物の老朽化でもう建て壊しっていう話になって、で、ちょうど物件を探してる時に紹介されたのが駒込3丁目の。駒込でさらにもう一回移転をされてるんですか？そうなんです。4月ですね。駒込3丁目から北区の中里2丁目の方に移転っていう。それも建物の老朽化2度あることは3度あるみたいな感じですね。山手線の車窓からも見えますので、たまに知り合いが画像を送ってくれたりとか。本当ですか？嬉しいですね。どうですかね。保守的な人たちが多いのかなっていう、歴史がある町だとは聞いてますけども、おとなしい町かなっていう印象はありますね。他の土地っていうか場所から来た人間としては、そういう活気がどうかなっていう部分もすごい、最初はやっぱり不安はありましたけどね。実際やっぱり仲間内でも駒込初めて降りたよとか、やっぱりそういう人たちが多かったりもしたので、でも逆に街を知ってもらえることはやっぱり嬉しいなっていうのはありますよね。街的にやっぱりコンパクトな感じではあるんで、そういった点ではなかなかやっぱりこういう街って山手線沿線にはないのかなっていう独特な感じはしましたね。生まれながらにレコードは生活の一部ではあったので、特にうちの母、舞踊みたいなものをやってたりもして、幼少の頃気がつけばレコードプレーヤーにレコードを置いて聴いてたっていう感じですね。高校の頃がバンドブームっていうのもあって、あと宝島だったりとかカルチャー誌、あとラジオ番組の雑誌なんかも読んでましたので、幅広くジャンル分けは当時からもやっぱりせずにかっこいいなっていうのもやっぱり聞いてましたし、普通にロックの曲の後に
当時はヒップホップっていう言葉なかったですけど、やっぱりラップが流れたりとか、そういったのがやっぱり普通にラジオで聞けたりもしてましたから。10代後半に下北沢に当時あったズーよく遊びに行ってっていうのはありましたね。パンクも好きだし、ハードコアも好きだし、スラッシュメタルも好きだし、ロンドンナイト遊び行ってた時とか、もしかしたらレコードあればできるんじゃないっていう、一緒に友達なんかやりたいよねって、そっからですね、こんな楽しいことあるのかっていう感じでしたんで、渋谷界隈とか90年代当初は大小合わせて結構クラブ箱も結構ありましたから、今日はハウスの日とか今日はテクノの日とか曜日によって楽しめたっていう時代だったりするんで、アシッドジャズがやっぱり出てきた頃、ブランニューヘビー、トーキングラウドあたり聴いてたっていうのもあって、スライ&ファミリーストーンだったりとか聞いてたりもしたので、ジェームス・ブラウンもそうですよね。そういったのは何でしょう、レアグルーヴっていうのも後付けの言葉になるんでしょうけど、でどんどんレアグルーヴものが注目されるようになって、でも俺が好きなのはレアグルーヴなのかな。でもレアグルーヴって自分がこれがレアグルーヴだって思えばそれがレアグルーヴなんだよねって思ってたレコードをやっぱりこう聞き直すと、これめちゃくちゃかっこいいなとか再発見みたいなのもあったりして、それをやっぱりみんなに聞いてほしいなっていうのを DJ の時に、そういったのもやっぱりかけたりとかもして自己満だったりもしますけどね。でもやっぱりこう、これ誰ですかってこう聞きに来てくれると身寄りについたって感じです。これから林さんにお店の中をご案内いただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず店入ると正面にこの壁レコって言いますか。以前お店に来たことがある方なんですけど、うちのお客さんで、サンフランシスコ出身のプロスケーターやってる人の友達がトール T っていう MC とあとDJ のユニット、2人のユニットなんですけど、去年リリースした後に日本に寄った時にうちの店に遊びに来てくれたんですね。でその時にお土産って言っていただいたサンフランシスコのとかあの辺のベイエリアのレコード屋さんには置いてあるみたいで評判良かったみたいですね。この壁際がそうですね、ジャズですね。ジャズを好きな方っていうか、そういうお客さん、年齢層的に幅が広かったりもするんで、なるべく入ってすぐのところにジャズの関連のコーナーを設けたって感じですね。仕切り板にジャンルとかが一切書いてないじゃないですか。はい、そうですね。インデックスがあるよりはない方が直感でとか、ただある程度ざっくりな感じでコーナー分けはしてるっていうような感じなんで、あとはもう来ていただいて、もうゆっくりそのコーナーを見ていただければ一番いいのかなと思いますね。こちら側がロック系ですね。ロック系ですね。シンガーソングライターものから AOR もそうですし、あとニューウェーブパンクだったりとか。ディスプレイになりますよね。ここはどういうふうに活用されようみたいなポイントで。道路際でなるんで、やっぱり目立つものっていうのをなかなか見ないなっていうようなジャケットもちょっと置いたら面白いのかなと思って。これも置いてあるこのスピーカーがこれ実際にこの DJ の音はここから出るんですか？は出ますね。家から持ち込んだ B&W。もう多分今日本では販売もう終了してる感じですかね、このデザインは。そうですね。入って突き当たりがワールドですね。ラテンブラジルを中心に、あと、この辺に、クラブジャズだったりとか。この辺あたりはDJ でもやっぱり使えるようなそういったネタを中心に置いてる感じではあります。カウンターの真向かいに7インチ。そうですね。こちら7インチで、洋楽とあとこちらが邦楽っていう感じで。上のランディは本冬物ですかね。今では結構もう廃盤、廃刊ですか、なってるようなカルチャー誌なんかもあって、当時読んでた人がまた買い直すとか、若い世代の人たちが購入するっていうのもあるので、そちらのモ
見ていきますね。おすすめはないかって聞かれて、おすすめるとやっぱり喜んで購入される外国の方多いですね。2年ぐらいでかなりその辺購入するものが変わってきたなっていうのはやっぱりちょっと感じますね。ただメインで売れるのはやっぱり達郎さんだったりとか、その辺ちょっと中心にはなるんですけど。レジカウンターでこの本格的な大きさと鑑定がありますけれども、こちらはもうイベントもやられてるっていう感じ？そうですね。インスタイベントをやることによっていろんなお客さんが集まって楽しんでもらえればなっていう。最初こちらお邪魔した時に結構印象的だったのが、この店内演奏の音量がでかいなっていうのを、こうイベントをやられてるこのお店ならではかなという。目の前が山手線の線路で電話するんで、そういった点では出しやすい環境ではありますね。入り口にこのドーンとこのサンタナのあります。これはですね、アメリカに行った時にたまたまフリーマーケットで見つけたラグマットって感じなんですけども、パッと見てインパクトがありまして、やっぱりサンタナ自体がやっぱり好きだっていうのもあるので、入り口に置いたら目立つんだろうなと思って、ここに移転してから、絶対ここに飾ろうと思って、意外と細かいんですよね。この辺はなんかちょっとネイティブな感じですごくお気に入りのラグマットです。高校が近くにあったりもするので、高校生が興味津々でお店来たりとか、レコードを知らない世代だと何をどうしていいかわからないとかってあるじゃないですか。ジャンルレスにどうしても聴いてほしいっていうのもありますし、レコードジャケットのアートワークだったりとか、あとはインスピレーション、これかっこいいとか、これなんだろうとか、まずそっからなんじゃないかなっていうのありますよ。じゃないとやっぱりつまんないですよね。だから答えを知ってるよりは答え知らない方が全然いいと思います。やっぱり何回もお店に足を運んでいただいてるってことが、それが嬉しいことかなと思います。今ブームだからとかそういったので片付けたくはやっぱりないですからね。この人も好きなんだっていう、同じ香りというか、そういう空気をもっともっといろんな人に味わってほしいなっていうか、また海外に行っていろんなものをちょっと仕入れていろんな情報を発信したいなっていうのがあります。あとはやっぱり自分の好きなものをもっともっとお店に置きたいなっていうのはありますので、はい、まだまだじゃあ出し切れてないものがいろいろある。そうですね、あるんですよ。